はい、皆さんこんにちは。いや、もう年末ですよ。これがね、今年ラストの動画になるんですけど、年末といえば都市伝説業界、毎年恒例、エコノミスト、世界はこうなるシリーズ、パチパチパチ、今年もやってきました。今年、特別ですよね、皆さん。なぜかというと、来年は2025年ですよ。2025年といえば、はい、たつきりょうさんの漫画の予言があって、この業界のみならず、ちょっと日本の社会現象にもなりましたよね。そんな年を迎えます。そんな年のエコノミストの表紙、どんなものになるのか、今日はちょっと初心に立ち返って直木マンの感情がなかったAI の時のモードでいきたいと思います。もうすでにできてないけど。2025年世界はこうなる、こちらです。いかがでしょうか。去年に比べるとだいぶ物々しい印象になってますよね。去年が白、赤、青という世界中でね、選挙の1年になったので、それを表す色になっていましたけど、今年はその結果が出て赤、黒、白というトランプが当選したことによる一気に保守派の色を中心とした色になっています。毎回10の項目がリストされていますけど、当たり前のことを言っているので、僕たちはこの暗号を見ながら分析してみましょうか。まずは人物から。注目はやっぱこの人、ドナルド・トランプ。世界はトランプを軸に動いているのがわかります。彼については前回の動画で述べたので省くとしても、安倍昭恵さんがお会いしたことでさらに日本では話題になっています。日本に対しての扱いはどうなっていくのか。それぐらい今世界が彼を中心として軸として回っているのが表されています。そしてね、1月20日が彼の大統領就任の日なんですけど、それが無事行われるのかが今見どころ。彼を囲うキーパーソンとして選ばれた人物、 EU 委員長のウルズラ・フォンデアライン委員長、プーチン、習近平、イギリスの作家であるジェーン・オースティンの肖像画。4人はね、キーパーソンになることで説明がつくんですけど、このジェーン・オースティンに関してはなぜなのか。彼女は18世紀、恋愛や結婚、女性の地位についての小説をテーマにしているので、これね、右横にある拳、革命とか運動の時に使われるこちらを参考にすると、メキシコ初の女性大統領、イタリア初の女性首相と次々と女性初が誕生しているので、女性の活躍がさらに今後加速するということ。また赤い拳はプロレタリアン革命の象徴とされていて、プロレタリアン革命というのは労働者階級がブルジョアね、中産階級の政治権力を打倒し、資本主義社会から社会主義社会を目指す革命を指すマルクス主義の用語なんです。今まさにアメリカでは労働者階級の不満というものが露骨に現れ始めているので、それのこともありえそう。ただね、このジェーン・オースティンに関しては来年2025年が彼女の生誕250周年なので、おそらく引用しているんですけど、彼女の作品、意味合いも今の時代とすごくマッチしている。そして今回のエコノミスト、一つ一つの絵柄が赤か黒の枠で囲われているんです。これは偶然なのか意図的なのかどちらかは分かりませんが、赤が今後も伸びる、黒が失速するということを表しているようにも見えるので、それだったら女性は今後も進出する、ゼレンスキーは失速、プーチンは伸びる、 EU 習近平は失速、当然トランプは伸びるという捉え方もできそうです。ただ見ていくとね、ちょっとそれも都合いいようにも見えて、ここ伸びそうなんだけどっていうところにも赤が使われたりするから、偶然なのかもしれない。ではいくつか象徴的なシンボルを見ていきましょう。まずはこちら EV 車ですけど、黒枠で表されているようにヨーロッパでは EV 車は伸び悩んでいるのが現状で、バッテリー残量も半分なところを見ると今後も伸び悩む暗示なのか、この崩れた投票箱は不正選挙なのか、あるいはね、この2024年が選挙の年だったので、その結果がどう出るのかっていうことを示唆しているのか、あるいは民主主義の崩壊。ところどころこの有刺鉄線やレンガの壁が描かれているんですけど、これはね、トランプが当選したことで移民問題が激化して分断が加速することを意味してますよね。お注射、こちらは普通にいけばワクチンのことになります。実際にエコノミスト10の項目に何が起きてもおかしくないサプライズ枠が用意されてて、そこには例えば実際にこのように書かれているんです。壊滅的な太陽嵐、古文書の発見、新たなパンデミック。普通に言っちゃってんですよね。新たなパンデミックっていつからこのパンデミックが当たり前のようになったんですかね。しかもこの中にこの古文書とも書いてるじゃないですか。このイラストがおそらく古文書を表しているんですけど、もしかして新たな古文書が発見されるかもしれない。ここの意味合いとしては大統領暗殺も未遂もありましたよ。何が起きてもおかしくない時代ですよね。で、宇宙人登場しちゃってもおか
かしくないんじゃないですかぐらいのことを彼らは語っているんです。ただパンデミックに関して言うとちょっと気になるのが、今年4月にエボラウイルスや天然痘など最も危険なウイルスを扱う BSL-4 の施設を国内初で稼働させる方針で進めているんですね。部下のこともあったし、正直こういった報道日本国内で見ちゃうと不安になりますよね。この0と1はおそらく量子コンピューターを表しているかと思います。それで言うとちょっと今月 Google が新しい量子コンピューターチップ Willow を発表したんですけど、この量子コンピューターある計算式を5分で行ったんですけど、この従来のコンピューターが計算したら10の25乗年かかるそうです。これすぐピンときた人がいたら、あなたのパスワードとか求められる時の AI ですね。宇宙の誕生よりもかかる年数なんです。なので意味わからんレベルで量子コンピューターは特定のタスクにおいて優れているんです。簡単に説明すると、本をね1枚1枚めくって、1ページ1ページ読んでいくじゃないですか。それで調べ物をして答えを探っていく。ただこの量子コンピューター、本を1枚1枚見る必要がないんですよ。本を全てのこの本1冊全体を一瞬で見ることができる。普通のコンピューターでは10の25乗って言ったじゃないですか。それはね、僕たちのこの宇宙の年数をはるかに超えているんです。ということは多次元世界がより近づいているそうです。近づいているっていうか、僕たちがそれを認識し始めている。中二病の皆さん、ここですよ。喜ぶ瞬間。この大都市がどこかは分かりませんが、習近平の近くにあること、隣に元の低下を表しているので、中国のゴーストタウン化している不動産不況を表しているのか。そしてこちら、おそらくこれは太陽フレアなんじゃないかと。2025年といえば辰木亮さんの大産卵の年ですけど、もしかしたらそれと関係してるんじゃないかと言われているのが太陽フレア。なぜかというと、太陽フレアは11年周期で2025年の夏がまさに最も活発化するタイミングなんです。そしてこちら、プルトニウムのマーク。プルトニウムといえば核の脅威ですよね。ただこちら全体のデザイン引いてみると、プルトニウムが右目、ここに左目、鼻、口と顔を表しているんです。ピラミッドの目のプロビデンスの目を表しているかのようなデザインですよね。その路線で考えてみると、右目はエジプト神のホルスの目、またラーの目だとも言われています。そしてそのラーの目は怒り、暴力、破壊を意味していると言われています。核によって破壊される世界なのか。一方、左目はウジャトの目で癒しを象徴しています。この目誰なんでしょうか。この目誰なのかっていうところについて一応述べられるんですけど、ちょっと今言っちゃうとタイミング的にあれなので考察のラストに回しますね。そしてこちら、中央上に意味深にそびえ立つ土星のイラスト。なぜ土星が描かれているのかというと、普通に考えたら2025年にはなんと土星の輪が消える現象が起きるんです。正確には消えるわけではなく、角度が地球と水平になるから見えなくなる現象。そんな土星が2025年を支配しているかのようなデザイン。土星といえばローマ神話ではサトルヌスと知られ、ギリシャ神話のクロノスにもつながります。クロノスは神々が人間と調和して暮らした黄金時代を象徴しているとされて、この時代は平和と繁栄が満ちた理想的な世界であり、争いや悪が存在しないとされています。その時代の復活を告げる存在として女神アストレイヤがいるんですけど、興味深いことにイギリスは核弾頭にアストレイヤっていう名前を付けているんです。超絶深読みしてこじつけまくったら、今回のこのエコノミストの表紙、総じて言うと赤で黒であったり、プルトニウム、核戦争のイラスト、ミサイルと核戦争を連想させるシンボルが多いんですね。これから核戦争が訪れて、その後アストレイヤが黄金の時代を復活させるとも読み取れる。ただこの核とかをね抜きにしても、土星、都市伝説業界では結構人気なテーマですよね。大昔シュメールの時代から人類は太陽ではなく土星信仰をしてきたという説があって、その一番の理由が土星がこの世界を作ったから。土星は物事を現実化、現象化させる役割を持っているといいます。振動数が高くなると光になり、低くなると物質化する。なので捉え方としてはね、この物理世界、3次元の世界を作ったのは土星ってことなら、じゃあ彼らが神なんじゃないですかということで、そのね土星を神としては崇拝している人がいるということ。土星は6つ目の天体でもあるように6という数字が付きまとっています。6といえば666の数字ですよね。悪魔といえばそれは怖いかもしれないけど、その悪魔の部分だけ抜いちゃえば、この世界の生命を構成している主成分は炭素ですけど、
ど、炭素は6つの陽子、6つの中性子、6つの電子から構成されています。666。まさに土星はこの物理世界を具現化している役割だと。一番のミステリーである土星にはこのように六角形の謎の形が存在していますよね。六角形が立体キューブの形でもあるように、このブラックキューブを崇拝する信仰が今でも根付いていて、このキューブという制限のある世界を具現化し、僕たちはその中で生きているという意味もあると。で、その管理人がサタン。彼の役割だよね。悪とか正義じゃなくて、シンプルにその役割を担っている。そして土星がもう一つ支配するのが時間。本当は無限の魂である皆に肉体と時間という制限を設けることで、この三次元世界を体現させた役割があるというんです。なので都市伝説のフル回転して、それの意味も込めているんだったら、もしかしてそういった世界をね、まだ作り上げたい三次元世界、物質世界で生きていてほしいって思ってる層がこれを上に配置して、そういう世界にしたいと思っているのか。普通に考えたら土星の輪が消えるからだろうね。っていうのも一つの説として聞いてほしいんですけど、このエコノミスト、本当にそんな深い意味があるのかどうなのか、いまいちわからないですよね。なので僕たちこのエコノミストをね、作った編集マンに連絡してみて、この表紙、この目誰なんですか、すげえ気になるんですけど教えてくださいよとか聞いてみたら、あっさり答えてくれて、この目別に誰の目でもないよと、これ普通にフリー画像だよって、みたいな。これシンボルも一つ一つ、土星もね、別にこれ普通に土星の輪を表してるし、雑誌の記事に書かれてることをもうイラストレーターに任して勝手に書いてもらってるだけだよみたいなこと言われて、みたいな。これを一番の楽しみにしてる人たちもいるんですけど、絶対あなたたち後ろにロッシャルとかいて、なんかこれ予言でしょみたいな思ってるんだけど、そんなことないよみたいな感じ。それももちろんそう言ってるだけかもしれないし、真実なのかもしれない。どちらかわかんないけど、僕たちはロマンを追いかけてみましょうか。それはそうとして、このエコノミストよりも僕たち都市伝説業界の方がどうやら予言、予知、推測がうまくできているような気がするので、僕たちはブレずにやっていきましょうか。そしてちょっと話は変わるんですけど、12月の頭にちょっとびっくりする報告が入りまして、僕のチャンネルでも扱い対談をさせていただいた臨死体験を3度した木内鶴彦さんが12月1日にお亡くなりになりました。木内さんは3度の臨死体験で、その最中に魂の状態で地球の起源やまた未来の出来事を見てきた方で、そのお話がかなり興味深いということで、この業界でも大人気の方だったんですね。そんな木内さんが12月1日に本当にお亡くなりになりました。これ別に本当にって言ってるのは不謹慎でも冗談でもなく、彼3度臨死体験してる人物なんですよ。なので今回もね、もしかして4度目っていうことで生き返るかもしれないということで、その遺族の方も彼がお亡くなりになられてからもう数時間ぐらい見守ったらしいんですよ。もしかして復活するかもしれないという。そりゃそうだよね。見守っていたそうなんですけど、本当にお亡くなりになられたそうです。彼はそれぐらい不思議な人生を歩んでる方なんです。今回その木内さんのツイートの意味も込めて、実は木内さんの活動を知られてるのはほんの一部で、彼と仲良くしてた人物は何人かいまして、彼と長い時間仲良くしてた、僕と同じようにロマンを追いかける活動をしている滝沢太平さんという方がいまして、彼とのね対談もそのうち YouTube に出ると思うんですけど、その太平さんに木内さんが何者なのかを語ってもらいました。そうなんです。実は木内さんすごい大きな役割があって、このように生まれてきた人物なのかもしれない。これをねちょっと伝えずにいるとなんか寂しい気がしたので、なので今回その太平さんが木内さんと10年以上付き合ってきた中で、彼が過ごしてきた中のちょっと壮大なストーリーをぜひ皆さんに共有したいと思います。日本というね国自体の成り立ちについてもやっぱり過去とか見ながらいろいろ研究して活動してた方でもあったので、そういった中で、とにかく天皇家についてめちゃめちゃ詳しいのがあって、でもいずれにしろ3500年前が日本にとってある意味こう統一された王朝みたいなのが大きく広がったのがどうもそのタイミングだったんじゃない。もちろんその前からもいろんな国とか王朝みたいなのはあったらしいんですけども、ある時期に皇族の人たちと非常につながりがあるっていうのは本人もプライベートでも話すこともあって、確かに出入りされているんですよ。で2013年の時もあれってこう出雲と伊勢がこう遷宮が重なった年っていうね、伊勢が20年に一度の遷宮、出雲がね60年に一度の遷宮が重なるっていう。確かにすごいか。あれ実はなんかもう一個木内さん曰く、実は皇室が300年に一度やっている神事っていうのがあって、その神事をやるとその300年間安泰な世が続くという、なんかすっごい大事な神事が、それは300年に一度らしくて、その時だったんですか。でそれ重なるらしいんですってね、周期が。それ前回だとだから1700年代に本来その3つが重なる時の遷宮がね、
皇室もなんか移すらしいんです。なんか、皇室も場所っていうよりなんかを移す神事がなんか神様を神戸から迎えて神の戸である神戸がキーになってるらしくて、なんか特別な神事があるんです。とにかくそれを必ず300年に1回代々やってきたらしいんだけど、1700年代がなんか大飢饉かなんかがあっていろいろ荒れてる時があって、その神事ができなかったらしいんです。でそれによって結構その1700年代から今に至るまで日本がこう乗っ取られてっちゃったりとかも含めていろいろこう大変な風になっちゃったと。なるほどね。なのでこう600年間できてなくなった。300年前ができてなかったんで、それの600年ぶりのが2013年に伊勢と出雲とこの皇室の実は3つあってっていう話で、その裏神事みたいなのも木内さん曰く秋篠宮様からのご指名で木内先生がこの最後の仕上げの部分お願いしますっていう。大役すぎない？でその神事もとある場所でやってたんですよ。なんでじゃあそういうふうにね大役を任されるのかっていうところで、結局やっぱり天皇家もその3500年前のスサノオという存在から自分たちはルーツとはまた違うんですけどね、この天皇家っていうこの日本をこう管理まとめる役割っていうのがここのスサノオから始まっていると。ただ西からこうね出雲の方からできたスサノオを中心とした当時の出雲族が都として最初に定めたのがその今の上賀茂神社っていうのがある場所で、そこがまあ500人ぐらいのコミュニティで、当時の縄文のね割ともう晩期ですよね、その頃なのでまだまあ500人っても結構大きい、そうだから縄文的な暮らしをね日本列島もいろんな人がしてる中で、全くやっぱり渡来系のこう国を持つような組織の一団がだんだん拡大してって、多分それユダヤもつながってるから、そういう王というようなね別の完全純粋縄文家とは違う渡来系の一族が上賀茂でその都を築いた、それがいわゆる今の皇居の原点だっていうところに連れて行っていただいて、でいずれにしてもこう近代に至るまでこのスサノオという存在に必ず天皇家は敬意を払って、今年もお借りしますっていう挨拶をするぐらいっていうこともおっしゃってはいたので、なんかそこで言う太平さんはなんでで僕はなんか全部知ってるじゃないですか。これは一応木内さんおよびその記憶を持つ人がやっぱりいるんです。臨死体験してなくてもスサノオのその頃の時代の3500年前のやっぱり思い出しちゃう人がいるんですよ。木内さんと一緒にいると。それ本当にいるんですよ。まるで昨日のことのようにその人たちは3500年前にああいうことありましたね、こういうことありましたねってもうなんかモードは変わっちゃうんで。何それ。で僕も実はやっぱり不思議な夢みたいなのを見たことがあって、その木内さんが追体験したのと同じように全然違う古代の人の体に入ってって、その人の晩年の人生を追体験して最後首切られて死ぬんですけど、それ鮮明に覚えて鮮明に何それで奈良の大地だったんですけど、それ奈良分かるんです。それでそういうのは秘めてたんですけど、ある時にその木内さんの関係者からこう連絡があって、記憶のチェックみたいなのがそうされてそれでロマンありますよね。単なる夢とは違うんですよ。すごいリアルなんですよ。超リアルなんですよ。でリアルなんだけど半分意識はこの肉体が自分じゃなくてね、別にちゃんとこの現代にもいるっていうのと半々の意識の状態の人生で、でもその話をしたんですよ。でそしたらそれがその時のスサノオには4人ぐらい息子がいたらしいんだけど、そのうちの3なんですと木内さんの息子さん、木内さんっていうかね、その時の魂っていうか、なんかそれの別に生まれ変わりとかじゃなくて、なんかそのと関係が深い何かがあるというような、たまたまなんかそれがあったんで、それで一緒にこう活動をする、さらに深く裏の活動に入るきっかけになったんで詳しいんですけども、やってたわけですもんね。そうなんです。それでいろいろ神社行ったり何なりもしてたんで。で何をするんですか。お祈りですか。その時の人の意識とかって空間とかに残ったりしてるんですよ。3500年前のあれが残ってるってことですか。そうなんですよ。3500年前のその出雲は結局スサノオがある程度は形に作り上げてって、で京都でねそのコミュニティから一つの都みたいになってったんだけど、さらに次の政所として広げていこうってことで、それで選んだのが奈良の三輪山っていう桜井市ってところにあるピラミッド型のもう日本を代表するとぐろを巻くピラミッド山が三輪山っていうのが奈良にあるんですけど、そこの麓に新しいこう拠点を作ろうと。
っていうことで、その時に京都に行ったその4人の息子のうち4番目の本当なんか当時は一番下の息子を継がせるっていうのがあったんだけど、四男がなんか病気で健康が悪かったんで、それで三男を連れて、あなたじゃないですか。なので三男を連れて奈良の地に行ったらしいんですね。スサノオとそれが当時にぎはやひって言われてた3番目のその息子っていうのと一緒に。にぎはやひなんですか？いや僕がってわけじゃないですよ。僕はたまたまそのなんか夢みたいなのでその記憶というか。それは木内さんが説明してるんですか？木内さんとその関係者の人たちが、その人たちはもうみんな昨日のことのように覚えてるから。すごくないですか？いるんだね、そういうのが。三輪山で新しいこれから引き継ぐものと、それを見守るものとっていう形で一応また新しい国づくりをやろうとしてたんだけど、最終的にちょっとねクーデターが起こって惨殺されて、そのクーデターを起こした側の人たちが京都の上賀茂までも襲撃してきて、スサノオの奥さんだった櫛灘っていうね、櫛灘姫のね、そのいわゆる皇后様みたいなのも惨殺されてとか、非常にこう悲しい歴史が最後カルマみたいな思い出ですよね。そういうのもあったので、そういう中でもう一回身内から集まってって、なるほどね。そこに残ってる残留思念みたいなものを回収しながら浄化していくような活動っていうのも裏でやってらっしゃったのはやってらっしゃった中に僕も巻き込まれて、そういうのはあったにしても、代々日本っていうのはスサノオから始まったこの国づくり、国の治めっていうのをすごい大事にしていて、それができなくなってしまうと、スサノオの予言というもので我は再び復活するっていう、それはだから3500年前にいた人としてのスサノオっていうよりは意識体ですか？意識が入れてる入れ物として人だったけど、やっぱり何かの存在がドーンと降り立ってそういうのをやったと思うんですね。この日本の国づくりみたいなのも。で一旦それは任していくけども、それができなくなってったら我は再びっていうのはこっちの方にいるスサノオ的な意識存在ですよね。それが蘇るぞっていうのを残されてたっていう話で、それは確かに天皇家の方とかにも確認すると本当にあるっぽいんですよ。へー。そのスサノオのカルマじゃないけど魂の解放運動みたいのを、一緒に木内さんとそうですね、裏ミッションとしてそこもやってましたね。でもそれうまくいってたんですか？かなり時間かかりましたね。そうですよ、いろんなとこそうですね、ずっとここ最近まで。これがねびっくりしたのが、僕がね亡くなったって多分聞いたのが次の日で2日に僕は聞いたんですけど、たまたま太平さんとご飯が、何人かと入ってて、1ヶ月前ぐらいにもう入れてた予定で会ってすぐにね「木内さん亡くなった」ってそうすぐ太平さんに言ったら、太平さんもそのタイミングでまたこの話につながるようなことをしてたんですよね。そうなんですよ。まさに三輪山の麓でそこにいたんですよ、12月1日に、その中でも一番ある種その古代出雲にとってスサノオからまた引き継がれていったにぎはやひっていう存在とのこの怨念が封印されている場所が、その桧原神社っていうところの向かいに大宮神社っていう特別な封印されている神社、全部結界払えて一切入れないようになっている神社があって、そこがもう最強のこの出雲の怨念があるって言われてるところで、そこの参拝する一日だったんですよね。それはたまたま前から予定してたんですか？もうずっと前からそこに12月1日はそこに行くっていうのは決まってた。スサノオグループっていうか、一つのその出雲の関係の人たちと一緒にやってて、その直後だったんで。その直後に亡くなったっていう。そうですね。だからその秋篠宮がなぜそういう形でね、2013年のすごい大事な役割をあなたにお願いしますっていうところに至ったかっていうのが、それをもっと前に遡って、結局スサノオが蘇るって言われてたものの、蘇りに関係するのはやっぱりね木内さんなんじゃないかっていうのはもう目つけられてて、である時にね僕はヤタガラス系とは聞いてますけれども、カラスの舞を舞うそういう特殊な舞人の方が目の前にやってきて、ある意味その天皇家の使いみたいなのありますか？どうなんでしょうね。わかんないけどね。木内さんはヤタガラスの舞みたいなこと言ってましたけど、で木内先生にちょっと全てを話していただきたいですっていうことで、とある神社にねお連れされて、そこで宮司さんの前であなたが知っているねことをっていうことで、それで虫食いの祝詞と言われているねスサノオが読んでた和歌だけど虫食いされててね、答えはその記憶を持っているものしかわからないっていうもので、誰も読み上げられなかったものなんだけど、それを木内さんがね全部読み上げてしまったっていう。その復活じゃないけど、その意識体をこのね時代に、ある意味転換期ってことですよね。そうですね。
いかがでしょうか。簡単に言うと木内さんはね、臨死体験中にそのスサノオの体ね、スサノオって役職だからたくさんいるらしいんですけど、スサノオの3500年前ぐらいのスサノオの体に入って、ある意味その時いろいろあったわけですよ。争いももちろんあっただろうし、その争いで亡くなった人もいるし、そういった方々の念が今でも残ってて、でそれをね、ある意味当時を生きてきた魂の人たちが生まれ変わって今も生きてて、でその人たちが集まってちょっと当時の人たちのカルマの解消みたいなことをしていたらしいんですよ。そういったカルマの解消みたいなことをしていろいろ時代の転換期だそうです。これが本当かどうかはもちろんわからないんですけど、一つの説としてね、木内さんもお亡くなられたので確かめる方法もどうかわからないんですけど、一応ね皆さんに共有したいと思いました。いかがでしたでしょうか。皆さんはどう思いますか。そしていよいよ2025年を迎えます。皆さん激動の年になると言われてるとか、なんとかなるんじゃないでしょうか。なんとかここからですよ。皆さんここから本番なんじゃないでしょうか。時代の転換期、皆さん一緒にこの時代を乗り越えて新しい景色を見ることができるのか。僕は正直やる気しかないです。もうここからさらに気合い入れて力を入れて面白い時代を作っていく気満々です。なので皆さんもどうにか力を貸して、そして皆さんも自分の人生を見返して自己との対話をして最高の世の中を作っていきましょう。良いお年を。ありがとうございました。